皆さんこんにちは、ぶらり鉄旅チャンネルです。ただいま西武池袋駅の改札前です。数年ぶりに来た気がします。今日はこれから秩父に行くことになっています。数日前に予約した9時半の特急はなんと満席です。早速乗る列車の登場です。かなり特徴的な外観です。銀色で無塗装、前面もかなり特徴的な見た目です。側面の窓がすごく大きいですよね。特急ラビューの L はリビングの L、A は仙台車両ニューレットアローにも付けられていたアローの8のことで、なかなかおしゃれな名前が付けられています。側面はとても大きい窓、座席の下まで見える大きな窓です。これが大きな特徴だと思います。ドアの上には2つの大きな画面で様々な案内がされています。全部で8両編成、仙台車両では7両だったはずなので長くなりました。音も立てずに発車。満席ということで隣にもお客さんがいましたので、車内の動画は控えめです。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。特急ラビュー、秩父号、西武秩父行きです。止まる位置は、所沢、入間市、飯能、横瀬です。西武秩父までの所要時間は82分です。特急料金は終点まで乗って900円。西武の特急は安く楽しめますね。運賃は片道800円です。今回は2440円で池袋からの往復と、秩父鉄道のフリー区間がついてくる秩父フリー切符というものを使いました。秩父に行って、長瀞も観光したいという方はおすすめです。少し電卓を叩けばすぐ元を取れることがわかります。さて、最初の停車駅の所沢駅ですね。ホームドアにも対応しているのが、最新型の特急といった感じがします。入間市駅には使われていないホームがあります。1番ホームです。7両分の長さを持つ、下り特急専用ホームとして作られましたが、ラビューの8両化に合わせて使用を停止したとのことです。さて私は現在、池袋から飯能までの特急券と、飯能から西武秩父までの特急券の2枚を持っています。飯能からは同じ特急ですが別の場所の席に移動することになっています。お金は余分に払うことになりますが、いい席を発見したのでわざわざ分けておいたのでした。ということで、飯能から西武秩父までは先頭車両の一番前の席を押さえています。奇跡的にここが空いていました。これはラッキーですね。座席周りはこんな感じ。背もたれと肘掛けが一体化した不思議なシートです。ここ飯能駅では進行方向が変わる駅になっています。池袋からここまで、この席は最後尾の席だったというわけです。飯能駅の構造上、このような運行になっています。全面形状からお察しの通りですが、あまり全面展望には期待できない感じです。進行方向右側の通路側からはかろうじて見えます。動画では武蔵ヶ丘信号場に停車中です。ここから先は単線なので、列車の行き違いのための停車だと思います。奥は一面に連なる山が見えていて、いよいよ関東平野を離れるのだなと実感が湧いてきます。ここから先は秩父山地のエリアだったはずです。飯能から先、路線名も変わりまして西武秩父線です。最後の停車駅、横瀬駅です。西武秩父線ホームと、秩父鉄道直通のホームに分けられていて、秩父に直接便利にアクセスするなら秩父鉄道への乗り換えが便利なところです。向こう側からは対向のラビューが来ました。こんな場面でも平然といられるのは、日本の素晴らしい運行システムの賜物だと思います。ラビューは乗るのはもちろん、外からの見た目もかなり特徴的で特別感がありますよね。
そうこうしているうちに西武秩父駅に着きました。有名な建築家の方がデザインされたということで、今までの特急車両とは一線を画した車内だと思います。外見は近未来的なフォルムです。この銀色の車体は都市や風景に溶け込むデザインを目指してこうなったそうです。天気は快晴ですね。秋は旅行にちょうどいい気温で気持ち良いです。西武秩父駅は観光客の玄関口だからか、立派な温泉施設やお土産売り場があります。早速秩父のメインストリートの秩父鉄道秩父駅方面に歩いてみます。秩父市内には、西武鉄道の他に秩父鉄道という地域の私鉄会社がありまして、秩父や長瀞観光に便利な路線があります。実は西武秩父駅とは直結しておらず、一番近いお花畑駅まで少し歩く必要があります。また西武秩父駅周辺よりも秩父鉄道の秩父駅周辺がお店がたくさんあってより栄えているイメージがあります。というわけで一駅分歩いてメインストリートの番町通りに来ました。レストランやカフェ、スイーツなどが楽しめるスポットでおすすめです。また近くの秩父神社の表参道で、連休には混雑すると思われます。早速何かお店に入ってみようと思います。秩父芋菓子専門店芋うららさんです。シンプルなソフトクリームにしてみました。さつまいもチップスも入っていて美味しそう。とても甘くて美味しいです。個人的にさつまいも好きなので行ってよかったです。秩父に来たなら外せないお店です。皆さんもぜひお越しになってみてはいかがでしょうか。続いて訪れたのは秩父神社です。秩父の中央に位置し、創建してから2000年以上の歴史を持つ神社です。秩父地方の総鎮守府で、三峯神社、宝登山神社とともに秩父三社に数えられている神社です。現存する社殿は1592年に建てられたものです。絢爛豪華な社殿は、日光東照宮と似ていますよね。秩父神社の見どころといえば、このお元気三猿ではないでしょうか。よく見ると、見猿、聞かざる、言わざるではありません。よく見、よく聞いて、よく話そうになっています。この猿にあやかって、みんなが元気になるようにという意味が込められたお元気三猿ということです。また紅葉の季節ということで、境内のイチョウは見どころになっていました。こちらは秩父宮節子妃殿下が応援になったそうです。ということで、次は秩父駅に歩いて向かいます。秩父周辺は比較的コンパクトにまとまっていて、歩いて十分に回ることができます。ここが秩父駅。大きな駅舎です。これから秩父鉄道に乗って、長瀞方面に向かいますよ。やってきたのは秩父鉄道5000系。かつて都営三田線を走っていた車両が活躍しています。秩父鉄道であの頃の車両と再会、みたいなことがよくあります。なかなか速いスピードで駆け抜けていきます。貨物輸送もするということで、線路もよく整備されているみたいですね。駅で秩父鉄道の名物、SL パレオエクスプレス、とすれ違い、土休日を中心に運行される人気列車です。こちらは長瀞駅です。木造駅舎が注目され、関東の駅100選に選ばれた駅でもあります。1911年の開業当初の姿を、今も残しています。長瀞といえばこの岩畳でしょうか。川の水が深く、流れが静かなところを、トロ、と言い、これが長瀞の由来になりました。古くから景勝地として知られ、今も船下りで大変賑わっています。北側には立派な山々が連なります。あの山の向こう側は高崎周辺でしょうか。
長瀞駅に戻ってきました。この駅前通りはたくさんのお店で賑わっています。ランチは豚味噌丼専門店の油林さん。メニューは味噌豚丼のみで勝負している店です。大きな豚肉が3枚乗った、並の味噌豚丼です。かなり待ちますが、発見してスマホに通知できますので岩畳に行く前に順番待ちの発見をするのがおすすめです。今回の宿泊は、ホテルルートイングランド秩父です。ルートインにしてはかなり大きい、立派な建物です。2023年に開業した、新しいホテルです。グランドということで、普通のルートインと差別化されているそうです。それでは、ルームツアーへ参りましょう。畳風の小上がりになっていて、リラックスできる空間です。シングルを予約しましたが、セミダブルにアップグレードしてくれたみたいです。カフェテーブルも素敵ですね。外は会社が見えるくらいでした。1階のラウンジにはウェルカムドリンクサービスがありました。この日はコーヒーとビネガードリンクが提供されていました。というわけで、秩父旅行1日目はここで終了です。2日目は、バスで関東最強のパワースポットと噂の三峯神社に向かいます。2日目の朝です。現在時刻は8時40分と、比較的早いですがこれから西武秩父駅に徒歩で向かいます。今日は三峯神社を目指します。車以外ではバスでアクセスすることができますが、発車時刻の20分ほど前にはバス停に並んでいないと、車内で立ちっぱなしで行くことになるという事前情報で、余裕を持って出発したのでした。発車20分ほど前で、すでに10人くらいの行列ができていました。このくらいだったら余裕を持って座れる数です。三峯神社まではバスで80分です。撮影日は平日だったため定時運行でしたが、休日や3連休には渋滞でほぼ確実に遅れるとのこと。現金と交通系 IC カードを利用でき、運賃はそれぞれ950円、944円です。帝国通りにバスがやってきました。バスが来た頃にはかなり行列が伸びて、車内では立ち客がかなり出ていました。帝国通り、三峯神社に到着しました。綺麗に紅葉していて、とても綺麗です。感動的な景色です。空と山々と紅葉のコントラストが素敵だと思います。三峯神社の鳥居は三つ鳥居といって、ちょっと不思議な形をした鳥居になっています。両脇に鎮座するのは狛犬ではなく狼です。ここに限らず、境内にはたくさん狼が祀られているだとか。こんな感じで落ち着いた雰囲気が続きます。都内から比較的近場でこんな素敵な雰囲気を感じられるのはいいですよね。これは随神門です。1792年に建てられたもので、以前は仁王門でした。緑が生い茂る中、鮮やかな門が目を引きます。表参道からはここを通るのが古来からの正しいお参りの順番だそうです。ではさらに進んでみます。聖堂鳥居を抜けると、日本のご神木が迎えてくれます。奥にはソウル漆塗りの、きらびやかな拝殿が見えています。聖堂鳥居は1845年に建立されたものだそうです。左手には長寿社があり、ここで清めてからの参拝になります。両脇のご神木は樹齢800年だそうです。想像できないくらい昔からあります。近くでご神木からの木力をいただきます。手をかざして力を分けてもらいましょう。改めて見ても、すごく立派な木です。長寿社です。見上げると鮮やかな竜の装飾が目に入ります。どこを見ても美しい彫刻です。
拝殿から右手に行けば一周して戻ることができますが、一旦社務所などがある左手へ。こちらを進んだ先に、縁結びの木という木があります。ここまで来たならば、縁結びの木も見逃せません。異なる種類の木が根元から寄り添っていることから名付けられたそうです。しめ縄で結ばれた2本の木ですね。空高く伸びています。この木から少し奥に、岡谷神社があります。狼をお祭りしている神社で、外せないポイントです。さて、拝殿まで戻りまして右手には節末社があります。20社ほどあったと思います。全国各地の神様が祀られています。ここまで来れたという感謝を伝えていくと良いそうです。奥に進むと開けた場所に大和尊の命の銅像があります。周りには区碑などがたくさんありました。三峯神社に来たのなら絶対に見逃せない場所があります。階段を登ると奥宮の拝殿があります。ここから三峯神社の奥宮をお参りすることができます。見ての通り、とても見晴らしのいい場所です。ここから離れたところに奥宮があって、かなり行くのが大変ですが、ここから遠くの奥宮にお参りすることができます。ここに行かないというのはかなりもったいない話です。必ず行った方がいいです。秩父市の市街地でしょうか。眼下には雄大な景色が広がります。奥宮は妙法ヶ岳の頂上に鎮座しています。タイミングが合えば雲海も見えるそうですよ。というわけで来た道を戻って西武秩父駅に向かいます。西武秩父駅の建物の中に、祭りの湯というお土産屋やフードコート、温泉などを併設した立派な施設がありました。秩父での最後の食事は、ここで軽めに蕎麦にしました。ちゃんとした蕎麦で美味しかったです。帰りの特急まで時間があったので、少し歩いて見晴らしの丘、という場所に向かおうと思います。道中、ラビューが見える素敵なスポットがありました。景色がいいと評判なだけあって、坂はかなり急でした。その分景色への期待が高まります。頂上に着きました。景色は想像以上に素晴らしかったです。秩父市内の市街地を一望できる場所でした。向かって右側が長瀞方面ですね。昨日私が泊まったルートインも見えますね。奥に見えるのは大野原のセメント工場でしょうか。こちらは秩父公園橋だそうです。500メートルほどある立派な橋のようです。帰りの道中で、今度は上り列車が見えました。帰りも特急です。乗り換えなしですぐ池袋ということで、とても便利です。というわけで、一泊二日の旅はここまでです。本当に楽しかったです。秩父周辺の観光は手軽でおすすめですよ。皆さんもぜひ秩父フリー切符を買って秩父観光、いかがでしょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。
ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。